皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。前回はスプートニクで宇宙時代が始まったけど今回は1961年4月12日、人類史上最も勇敢な一歩を踏み出した男の物語だ。勇敢な一歩？誰のこと？ユーリー・ガガーリン。27歳の若いソ連空軍少佐が、人類で初めて宇宙に飛び立った。ついに人間が宇宙に、でも大丈夫かな？地球は青かったという有名な言葉を残したが、実はその裏には壮絶な訓練と命がけの挑戦があった。そうよね、犬のライカでさえ。人間が行くなんて本当に大丈夫だったの？それを今日は詳しく見ていこう。人類初の宇宙飛行の物語だ。1959年、ソ連は極秘プロジェクトを開始した。ボストーク計画、人間を宇宙に送る計画だ。ボストーク？どういう意味？ロシア語で東という意味だ。東から昇る太陽をイメージして付けられたんじゃないかな。かっこいい名前ね。でも人間を宇宙に送るなんて、どんな人を選んだの？まず条件が厳しかった。年齢30歳以下、身長170センチ以下、体重70キロ以下の現役空軍パイロット。なんで身長と体重に制限があるの？宇宙船のボストーク1号が非常に狭かったからだ。直径 2.3 メートルの球形カプセルに、射出座席と生命維持装置を詰め込んだ。2.3 メートル？狭すぎない？私でもきつそう。3000人以上の候補者が集められ、最終的に20人に絞られた。その中にガガーリンもいた。ユーリー・ガガーリンは1934年、農家の息子として生まれた。第二次大戦中は家族と共にナチス占領下で苦しい生活を送った。農家の息子？意外と普通の家庭出身なのね。戦後、工業専門学校で学びながら飛行クラブでパイロットの資格を取得。その後空軍に入隊し、ジェット戦闘機のパイロットになった。努力で這い上がってきたのね。宇宙飛行士候補の訓練は過酷だった。高 G 体制テスト、遠心分離機での回転訓練、無重力状態のシミュレーション。高 G？何それ？重力加速度の倍数だ。通常の重力を 1G とすると、ロケット打ち上げ時は 8G から 9G もの力がかかる。体重70キロの人が一瞬で700キロになる感覚だ。700キロ？押しつぶされちゃいそう。さらに完全な密閉空間での長時間滞在、パラシュート降下訓練、サバイバル訓練も行われた。なんでパラシュート？宇宙船で帰ってくるんじゃないの？実は、ボストーク1号には軟着陸システムがなかった。宇宙飛行士は高度7キロで射出座席で宇宙船から飛び出し、パラシュートで着陸する設計だったんだ。宇宙船と別々に着陸？それって危険じゃない？非常に危険だった。でも当時のソ連の技術では、それが唯一の方法だったんだ。1960年末、最終候補が6名に絞られた。ガガーリン、チトフ、ネリュボフ、ニコラエフ、ポポビッチ、ビコフスキー。みんなすごい人たちだったのね。どうやって最後の一人を選んだの？技術的な能力はほぼ同等だった。最後の決め手は人格と国家の顔としての適性だった。人格？宇宙飛行に人格が関係あるの？国家の威信をかけた計画だからな。なるべく立派な人間を選びたかったんだろう。ガガーリンは誰からも愛される人柄だった。いつも明るく、仲間を励まし、決して他人を批判しない。指導者たちは彼こそ人類初の宇宙飛行士にふさわしいと判断した。素敵な人だったのね。でも他の人たちはどうだったのかしら？ゲルマン・チトフは技術的にはガガーリンより優秀だったとも言われている。でも彼は少し皮肉屋で、批判的な発言をすることがあった。公の場で万が一ソ連の批判でもされたらたまったもんじゃない。宇宙飛行士は国の代表でもあるもんね。1961年3月、最終決定が下された。第1候補ガガーリン、第2候補チトフ。第2候補？何かあった時のバックアップってこと？その通りだ。宇宙飛行は危険すぎて、怪我や病気があっては事故につながりかねないからな。チトフは同じ訓練を受け、いつでも代役を務められるよう準備していた。チトフさんもすごいわね。陰で支えてたのね。
1961年4月、ガガーリンはバイコヌール宇宙基地に到着した。しかし、彼には真実が知らされていないことがあった。真実？何が隠されてたの？生還確率だ。当時のソ連内部では帰還成功率は 50% 程度と見積もられていた。50%？ 半分の確率で死んじゃうってこと？そんな危険なのに、ガガーリンは知らなかったの？正確な数字は知らされていなかったが、危険であることは理解していた。それでも彼は人類のために飛ぶことを選んだんだ。1961年4月12日午前5時30分、ガガーリンが目を覚ました。この日が人類の歴史を変える日になることを、彼はまだ知らない。朝早いのね。緊張して眠れなかったのかしら？記録によると、ガガーリンはぐっすり眠っていたそうだ。医師団も異常な冷静さと報告している。すごい。私だったら一睡もできないわ。午前7時、宇宙服の着用開始。SK1 宇宙服は重量約20キロ、完全密閉式で独立した生命維持装置を持っていた。20キロ？重そう。着るのも大変そうね。着用には1時間以上かかった。その間、ガガーリンは技術者たちと冗談を言い合っていたそうだ。そんな状況でも冗談を？本当に度胸があるのね。午前9時7分、ガガーリンはボストーク1号に登場した。直径 2.3 メートルの球形カプセルは、想像以上に狭かった。カプセル内には、計器板、操縦装置、射出座席、食料と水、緊急時装備が詰め込まれていた。閉所恐怖症の人には無理ね。管制室では、主任設計者コロヨフが最終チェックを指揮していた。彼にとっても、これまでの全ての努力が試される瞬間だった。コロヨフって前回出てきた秘密の人よね？衛星の時とは比べ物にならないくらい緊張しそう。実際、コロヨフは前夜ほとんど眠れなかったと記録されている。午前9時7分、すべてのシステムがGO状態になった。そして9時7分、ガガーリンは有名な言葉を発した。なんて言ったの？パイエハリ。ロシア語でさあ、行こうという意味だ。シンプルで力強い言葉ね。実際の音声が残っているので聞いてみよう。なんかテンション上がるわね。午前9時7分、R7 ロケットが点火された。推力400トンのエンジンが轟音とともに火を吹いた。ついに打ち上げガガーリンはどんな気持ちだったのかしら？打ち上げ中、ガガーリンは管制室と通信を続けていた。気分は良好です、美しい眺めですと、冷静に報告し続けていた。そんな状況でも冷静だったなんて。本当にすごい人ね。午前9時18分、ボストーク1号は高度200キロの地球周回軌道に到達した。ガガーリンは人類初の宇宙飛行士となった。宇宙ってどんな感じだったんだろう？ガガーリンの第一声は、空は非常に暗くて、地球は青みがかっているだった。あ、地球は青かったの元になった言葉ね。宇宙では無重力状態だった。ガガーリンは鉛筆が宙に浮いています。体が座席から浮き上がっていますと興奮気味に報告した。無重力、体験してみたいけど、最初はびっくりしそうね。実は、人類史上初の宇宙での食事も行われた。チューブに入ったチョコレートペーストとコーヒーだった。宇宙でチョコレート？美味しかったのかしら？ガガーリンは問題なく摂取できますと報告したが、後に味はそれほどでもなかったと正直に語っている。軌道上でガガーリンが見たものは驚異的だった。地球の昼と夜の境界線、雲の流れ、海と大陸の境界。想像しただけで感動的ね。写真はないの？残念ながら、カメラの搭載は限定的だった。ガガーリンの目と言葉が、唯一の記録手段だった。彼は地球の美しさを言葉で表現するのは不可能ですと感動を伝えていた。そっか。だから彼の言葉がそんなに貴重だったのね。108分間の飛行中、ガガーリンは定期的に管制室と交信していた。気分は良好、すべて正常、地球が美しく見えます。108分って意外と短いのね。あっという間だったのかしら？ガガーリン自身はあと2時間があっという間に過ぎたと語っている。人類初の体験に夢中になっていたんだろう。
午前10時15分、帰還シーケンスが開始された。しかし、ここからが最も危険な時間だった。危険？宇宙にいる時より危険なの？大気圏再突入時は、温度が1000度以上になる。断熱材が少しでも不完全なら、カプセルは燃え尽きてしまう。1000度？それは怖すぎ。実際、帰還時に重大なトラブルが発生した。機器モジュールがカプセルから完全に分離せず、10分間もぶら下がったままだった。それってものすごく危険じゃない？カプセルが不安定になり、予定とは全く違う軌道で大気圏に突入した。ガガーリンは激しい揺れと高温に耐えなければならなかった。そんな危険なことが。ガガーリンは気づいてたの？異常に気づいていたが、パニックになることなく状況を報告しますと冷静に管制室に連絡していた。高度7000メートルで、ガガーリンは射出座席でカプセルから飛び出した。これも命がけだった。7キロの高さから飛び出すの？考えただけで怖いわ。時速約200キロで飛行するカプセルから射出されるんだ。少しでもタイミングが狂えば致命的だった。よく無事に済んだわね。午前10時55分、ガガーリンはサラトフ近郊の畑にパラシュートで着陸した。最初に出会ったのは、畑作業をしていた農民だった。農民？びっくりしたでしょうね。アンナ・タフタロワという女性とその孫娘が最初に発見した。オレンジ色の宇宙服を着た男性が空から降りてきたんだから、腰を抜かしたそうだ。そりゃそうよ、宇宙人かと思うじゃない。ガガーリンはソ連の軍人です。宇宙から帰ってきました。電話を貸してくださいと礼儀正しく話しかけたそうだ。そんな状況でも礼儀正しく。逆に違和感がすごいわね。4月14日、ガガーリンはモスクワで英雄としての凱旋を迎えた。赤の広場には100万人が集まった。100万人？すごい歓迎ね。当時のソ連の首相であるフルシチョフ首相からソ連邦英雄の称号を授与された。27歳の青年が、一夜にして世界最高の有名人になった。でも、いきなりそんなに有名になって大変だったんじゃない？世界的な反響も凄まじかった。西側諸国でも人類の偉業として称賛された。冷戦中にもかかわらず、政治的な対立を超えた評価を受けた。政治を超えて称賛されるなんて、本当にすごいことだったのね。当時のアメリカの大統領であるケネディ大統領でさえソ連の偉大な成果と公式に認めた。しかし、これがアメリカの月面着陸計画を加速させることにもなったんだ。今のところソ連ばかりが目立つけどそろそろアメリカが出てきそうね。しかし、ガガーリンはその後再度と宇宙に行くことはできなかった。あまりにも貴重な人類初の宇宙飛行士として、危険な任務から外されたんだ。そうなのね。複雑な気持ちだったでしょうね。そして1968年、ガガーリンは訓練飛行中の事故で34歳の若さで亡くなった。そんな急に。まだまだ若かったのに残念すぎるわ。歴史的偉業を達成しても何が起こるかわからないものだな。今回はこんなところかな。今日はなかなか感動的な話だったわね。ガガーリンの勇気が、人類の宇宙への扉を開いた。技術的な成果だけでなく、人間の可能性を世界に示したんだ。危険を知りながらも宇宙に飛び立ったのはすごいことよね。次回は何をやるの？人類、月に立つ、アポロ計画の偉業だ。ガガーリンの成功に触発されたアメリカが、どのように月面着陸を実現したかを見ていく。今度はアメリカの番ね。楽しみ。この動画が面白かったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。